おはようございます。ケンです。今回は2025年5月前半のテスラに関する重要なニュースを一挙にまとめて解説していきます。5月1日から17日までの間、テスラに何があったのか、これを振り返っていきたいと思います。テスラ株が急騰した背景、FSD の新展開、さらにはギガテキサスで目撃された謎の車両まで、どれもテスラオーナーや投資家にとって見逃せない話題です。特に今回注目してほしいのは、ロボタクシー計画の進展と新型モデルの噂。これらの情報がテスラの株価や市場の動きにどう影響するのか徹底的に解説していきます。この動画を最後までご覧になってもらえば、今後のテスラの戦略や株価の行方がより明確になると思います。それでは早速行ってきましょう。5月前半、テスラ株が急騰しました。5月12日、テスラ株は一時的に327ドルまで上昇し、1兆ドルクラブに返り咲きました。そしてその後もテスラ株は上昇し、349ドルまで上昇しました。この最初の上昇のきっかけになった背景には、アメリカとイギリスの間の貿易協定が関係しています。そしてその後に中国との貿易協定の関係というのが出てきました。ここで一気に上がったんですけれども、この協定によってアメリカは中国製品への関税を 145% から 30% に引き下げ、中国もアメリカ製品への関税を 125% から 10% に緩和しました。これはテスラにとってどういう意味を持つのか。まずテスラの上海工場は中国製の部品を大量に調達しています。今回の関税の引き下げで、これらの部品コストが大幅に削減される見込みです。その結果、生産コストの圧縮が期待され、利益率での改善につながる可能性があります。さらに、アークインベストのキャシー・ウッドさんは、強気の予測を出しました。テスラ株が2029年までに2600ドルに達するという見解です。その根拠として挙げられているのが、ロボタクシー事業の収益性です。もしテスラが完全自動運転を実現し、ロボタクシー市場を支配できれば、その収益は車両販売の10倍になるとも言われています。しかし、この計画が実現するかどうかはまだ不透明です。現時点では FSD の安全性が問われており、NHTSA からのデータ提供要求もあります。そのため、投資家としてはこの動向をしっかりとチェックしておく必要があります。今回の株価急騰は一時的なものなのか、それとも長期的な上昇トレンドに入ったのか、この点については今後の FSD の進展やロボタクシー計画の詳細発表が鍵となりそうです。では次はテスラの FSD フルセルフドライビングについて見ていきたいと思いますけれども、再び注目を集めています。現在オーストラリアのメルボルンで右ハンドル市場向けの FSD テストが始まりました。このテストではオーストラリア特有のフックターンという特殊な右折操作にも対応しています。このテストが成功すれば日本市場への展開が現実味を帯びてきます。右ハンドル市場への適用が進めば日本のテスラオーナーも FSD の恩恵を受けられる可能性が高まります。一方でアメリカ国内では FSD の課題が浮き彫りになっています。NHTSA がテスラに対して悪天候時の FSD データ提供を要求しました。これは FSD が悪天候時にどのように動作するのかを調査するためのものです。テスラのロボタクシー計画は2025年6月にテキサス州オースティンで開始予定ですが、悪天候時の安全性が確保できなければ計画が延期される可能性もあります。ただ最初は有人でのロボタクシーの運用とも言われていますし、昨日の情報で遠隔操作をしていくというような情報もありましたので、6月に開始っていうのは間違いないんじゃないかなと思います。では次の話題ですけれども、ギガベルリンで無人運転のテストワイが進行中という話題がありました。ドローンの映像には完全無人のモデル Y が工場内を走行している様子が映し出されています。この無人運転の技術が工場内だけではなく公道でも適用されるようになれば、ロボタクシー計画の実現性が一気に高まってくることにもなります。しかしここで一つ気をつけておきたいポイントがあります。テスラの FSD は現時点ではレベル2の運転支援システムです。
完全自動運転、つまりレベル4や5にはまだ達していません。そのため FSD がどのタイミングで正式に商用されるのか、そして NHTSA のデータ提供要求がどのような結論になるのか、これらのポイントが投資家にとって大きな注目点となります。FSD が順調に進めば、ロボタクシー計画の成功確率も上がりますが、安全性への懸念が解消されない限り、株価のリスクも伴います。では次ですが、ギガテキサスで新たな動きがありました。2025年5月、ギガファクトリーテキサスで未発表の車両が目撃されました。その車両はカバーで覆われていましたが、形状はモデル Y よりも一回り小さく見えます。一部のテスラファンの間では、この車両がモデル2またはモデル9と呼ばれる低価格モデルではないかという噂が広がっています。低価格モデルが投入されれば、テスラはミドルレンジの市場に本格参入することになります。ここで重要なポイントは、テスラがすでに生産ラインのモジュール化を進めているという事実です。これにより新しい車両を迅速に生産ラインに組み込むことが可能になります。つまり新型モデルが登場する可能性は以前よりも高まっていると言えるでしょう。ではこのモデル2がもし本当に登場するとしたらどのような仕様になるのか。現時点での予想としては航続距離は300から350マイル、価格は$25,000から$3万前後になると見られています。テスラのロボタクシー計画の一環として、このモデルが FSD 専用車両として投入される可能性もあるでしょう。一方で今回の目撃情報がサイバーキャブだという見方もあります。サイバーキャブっていうのはテスラの完全自動運転タクシーのことで、ハンドルやペダルが一切ない完全な無人運転車です。ロボタクシー計画のスタートが近づいている今、テスラが次に発表するモデルはモデル2なのかサイバーキャブなのか、投資家やテスラファンの間で大きな注目を集めています。仮にサイバーキャブが量産されれば、テスラの収益構造は一気に車両販売からロボタクシーの運用収益へとシフトします。これが実現すれば、キャシー・ウッドさんが予測する$2,600の株価も現実味を帯びてくるでしょう。では次ですが、テスラは車だけではありません。エネルギー部門も今、大きな成長を見せています。2025年5月、テスラはテキサス州オースティンにコアテックス 2.0 というスーパーコンピューターの施設を建設中です。この施設は AI のトレーニングに特化していて、完全自動運転の FSD のシステムやオプティマスロボットのデータ処理を行うために設計されています。しかし、このスーパーコンピューターが稼働するためには、膨大な電力が必要です。そこでテスラが活用するメガパックです。これは巨大なバッテリーシステムで太陽光発電や風力発電で得た電力を蓄電し、安定的に供給できる設備です。テスラの狙いは明確です。コアテックス 2.0 のような AI トレーニング施設にメガパックをセットで導入し、電力コストを抑えつつもクリーンエネルギーの活用を推進することです。さらにメガパックは一般企業や公共施設にも導入が進んでいます。例えばカリフォルニア州の大規模プロジェクトでは 1.2 ギガワットアワーの蓄電容量を持つメガパックが稼働しており、これにより20万世帯の電力供給が可能となっております。これらの動きから見えてくるのは、テスラが AI とエネルギーの融合に向けて大きな一歩を踏み出しているということです。車両販売だけではなく、エネルギーインフラの提供にも注力することで収益の多角化が進んでいます。そしてこのエネルギー事業の成長は株価にも影響を与える可能性があります。AI トレーニング施設が稼働し始めれば FSD の進化やオプティマスの商用化も加速するでしょう。その結果、エネルギー事業が今後の収益の柱となる可能性も高まります。現時点でのメガパックの累積設置数は23ギガワットアワーに達しており、これは世界最大級の蓄電容量を誇ります。テスラのエネルギー部門がさらに拡大すれば、電力市場においても強力なプレイヤーとなることは間違いありません。
はい。ということで、今回の5月前半のニュースをまとめて振り返ってみましょう。まず注目したいのは、テスラ株の急騰です。アメリカとイギリスの貿易協定、アメリカと中国との貿易協定、この成立によって、テスラの輸入コストが大幅に削減される見込みです。その影響で株価は327ドルまで急上昇しましたが、この動きが続くのか、今はそれよりもさらに上昇し、349ドルまで来ていますけれども、この後も引き続き400ドルを目指す展開となっていくのか、それともここで一旦急落をしていくのか、この慎重な判断を見極める必要が今からになってくると思います。次に FST の進展と課題についてです。オーストラリアでの右ハンドル市場向けのテストが成功すれば、日本市場への展開も視野に入ってきます。ただし、アメリカでは NHTSA が悪天候時のデータ提供を要求しており、安全性が確保されなければ、ロボタクシー計画に遅れが出る可能性もあります。そしてギガテキサスで目撃された謎の車両、もしこれが低価格モデルのモデル2やモデル9であれば、テスラはミドルレンジ市場への進出を加速させるでしょう。投資家としてはこの新型車両の発表時期が大きな注目ポイントとなります。さらにエネルギー部門の拡大も注目です。テキサス州で建設中のコアテックス 2.0 は FST やオプティマスデータ処理を行う AI トレーニング施設ですが、これを支えるのが巨大蓄電システムメガパックです。AI とエネルギーの融合が進めば、テスラの収益源がさらに多様化し、株価にもポジティブな影響を与える可能性があります。最後にテスラの経営戦略にも注目しておきましょう。新たに取締役に就任したジャック・ハートンさんの存在が経営ガバナンスを強化し、株主への利益還元につながる可能性があります。また FST の商業化が本格化すれば、収益構造が大きく変わる局面に突入するでしょう。はい。ということで本日の内容は以上です。5月後半、テスラの株価がさらに伸びるかどうか、僕の中では2つポイントがあります。1つ目は、6月に確実にロボタクシーサービスをスタートさせることです。もう一つは6月中に新車種の発表があることです。2025年の前半に新車種の発表と言われていました。ぼちぼち前半も終わります。なので6月中に発表があるかどうか、これがここから株価がさらに伸びて400ドルを超えるかどうかのポイントになってくると思いますけれども、皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もし建設業界での経験がある方、もしくは電気工事に興味がある方がいらっしゃったら、今回株式会社 SI ソーラーで工事コーディネーターの職種を募集中です。具体的には太陽光発電や蓄電システムの設置工事の進捗管理や申請手配などのお仕事です。これから需要が高まる再生可能エネルギーの現場で働けるチャンスです。こんな方にぴったりですということで、建設現場の管理経験がある方、電気工事士の資格をお持ちの方、資格がなくても挑戦したい方を大歓迎のようです。安定した職場でキャリアを築きたい方っていうのもぴったりと思います。興味がある方は概要欄の応募フォームからエントリーできます。募集要項を確認したい方は僕の公式 LINE よりお問い合わせください。また、質問や相談もお気軽にどうぞ。これからのエネルギー事業を支えていく未来の会社で働けるチャンスがやってきていますので、興味がある方は応募の方してみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。